日は山梨、宮沢賢治さんの山梨を朗読していきます。今回はちょっと成長過程も見てもらうじゃないですけど、朗読を楽しみながらやるということで、リテイクのカットあまりなしでというか、そこも自然体で楽しんでいただけたらなという実験企画でございますので、一発撮りです。よろしくお願いします。小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯です。1、5月。2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。クラムボンは跳ねて笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それなら、なぜクラムボンは笑ったの？知らない。つぶつぶ泡が流れて行きます。カニの子供らも、ポッポッポと続けて5、6粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。ずーっと銀の色の腹を翻して一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。クラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺された？兄さんのカニはその右側の4本の足の中の2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたツーと戻って下流の方へ行きました。クラムボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網が、そこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくしゃくしゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また紙の方へ登りました。お魚はなぜ行ったり来たりするの？弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしているんだよ。取ってるんだよ。取ってるの？うん。そのお魚がまた紙から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ヒレも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながらお口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに底の光の網の上を滑りました。お魚は、その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光のまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニは、はっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って一変翻り、上の方へ登ったようでしたが、それっきりもう青いものも魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。2匹はまるで声も出ず、いすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたい？ブルブル震えているじゃないか。お父さん、今おかしなものが来たよ。どんなもんだ？青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たらお魚が上へ登っていったよ。そいつの目が赤かったかい？わからない。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミと言うんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは飼わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの？魚かい？魚は怖いところへ行った。怖いよ、お父さん。いい、大丈夫だ。心配するな。空、カバの花が流れてきた。ごらん、きれいだろ？泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟のカニも言いました。光の網はゆらゆら、伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。12月。カニの子供らはもうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってき、
小さな霧の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきてとどまりました。その冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火を燃やしたり消したりしているよう。あたりはしんとして、ただいかにも遠くからというように、その波の音が響いてくるだけです。カニの子供らは、あんまり月が明るく水がきれいなので眠らないで外に出て、しばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さん、わざと大きく吐いているんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれきりだろ。いいかい、兄さんが吐くから見ておいで。そら、ね、大きいだろ。大きかないや、同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよう。いいかい、そら。やっぱり僕の方大きいよ。本当かい。じゃあもう一つ吐くよ。ダメだい、そんなに伸び上がっては。またお父さんのカニが出てきました。もう寝ろ寝ろ。遅いぞ。明日、イサドへ連れて行かんぞ。父さん、僕たちの泡どっち大きいの？それは兄さんの方だろ。そうじゃないよ。僕の方大きいんだよ。弟のカニが泣きそうになりました。その時、ドブン。黒い丸い大きなものが天井から落ちてずーっと沈んでまた上へ登っていきました。キラキラっと金の縁が光りました。カワセミだ。子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは遠眼鏡のような両方の目をあらん限り伸ばしてよくよく見てから言いました。そうじゃない。あれは山梨だ。流れていくぞ。ついて行ってみよう。ああ、いい匂いだな。なるほど。そこらの月明かりの溝の中は山梨のいい匂いでいっぱいでした。3匹はぼかぼか流れていく山梨の後を追いました。その横歩きとそこの黒い3つの影帽子が合わせて6つ踊るようにして山梨の丸い影を追いました。まもなく水はさらさら光り、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には月光の虹がもかもか集まりました。どうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟している。いい匂いだろう。おいしそうだね、お父さん。待て待て、もう2日ばかり待つとね、こいつは下へ沈んでくる。それから一人でにおいしいお酒ができるから。さあ、もう帰って寝よう。おいで。親子のカニは3匹自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それはまた金剛石の粉を吐いているようでした。私の幻冬はこれでおしまいであります。はい、おしまいです。聞いていただいてありがとうございました。あんまり噛まなかったのではいやでも何回か朗読重ねてきて、ちょっとずつ噛まなくなってきたから、噛んでるんですけど、リテイクなし、ワンカットでやってみました。よかったら、コメントとか高評価してくれると、とても喜びます。楽しんでくれたら幸いです。バイチャ